んにちは、スタジオスケール24のマリモです。今回は、ボディの開口を実施していきます。開口作業にあたっては、いつもタミヤのエッチングソーを使用するのですが、今回は長谷川のものを使用してみました。タミヤの厚み 0.1 ミリに対して、長谷川のそれは約 0.2 ミリの厚みになるので、ほぼ倍ですね。確かに、0.1 ミリの厚みは、切り出した際の誤差が少なく、チリという点では申し分ないのですが、作業性に関して言えば、やはり折れやすいというデメリットが大きいですね。それに対して、長谷川の 0.2 ミリは厚みこそありますが、切断作業中に折れる心配がない分、ストレスなく作業がはかどります。チリという点では 0.2 ミリはちょっと厚い気がしますが、塗装もしますし、私の作品の精度からすると許容できる厚みなので、今後は作業の選択肢に入れて差し支えないと考えています。この部分は慎重を期したいので、筋彫りテープを使用します。今回もこんな感じで仕上がりました。お次は、ボンネットとトランクリットをいつもの薄々に加工します。本当にこのキット、ボディの厚みが半端ないので、削りすぎちゃってないか、こちらの方がヒヤヒヤしちゃいます。ちなみに、使用しているヤスリの番手は180番を使用しています。本当に、電動工具がないと腱鞘炎になっちゃいますよ。どうせ、会社は労災認定なんかしてくれないでしょうから、思いっきり電動工具を使用しちゃいます。トランクのこの穴は冬エルリットの穴ですが、当初はプラバンで塞ごうと考えていたのですが、ひらめいて紫外線レジンで埋めてみます。プラバンを切り出す手間がなくて、コスパ最高ですね。硬化後は、パテ盛りして、削れば完了です。ドアはいつものように、ヒンチを使用して開閉化を実施します。
方が大きいので、3ミリのマグネットをボディ側とドア側に1個ずつ取り付けます。ただ、その際気をつけていただきたいのは、マグネットの極性です。反発する側で取り付けると、目も当てられないので、事前に方向を確認してからの取り付けをお勧めします。そんなことを言っている私も、今回間違ってしまいました。今回はここまでにしようと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価いただけると大変励みになります。もし、よろしければチャンネル登録もぜひ、お願いいたします。それでは、次回また見てくださいね。バイバイ。